こんにちは、東京ベジライフのなつきです。今日は1日 1.5 食のファスティング生活のアップデートをしていきます。私は1月に1日1食生活を5日間行って、その後に3日間の断食を行って以来、1日 1.5 食なので、朝ごはんは食べないでお昼ご飯にフルーツを食べて、夜ご飯を普通に食べるっていう生活を送っています。で、そういう1日 1.5 食生活がどういう感じですかっていう質問を結構いただくようになったので、今回はよくいただいている質問をお答えする形で、1日 1.5 食生活のアップデートをしていきたいのと、あと昨日まで3日間のファスティング断食を行ったので、その様子もお伝えしていければと思います。まず1日 1.5 食生活の具体的な内容なんですけれども、さっきちょっとお話ししたように朝ごはんは食べないんですが、番茶ですね。番茶をたくさん飲むようにして、で、あと、全く何も食べないわけではなくて、最近は梅干し1個と、あとお味噌、自家製のお味噌を小さじスプーンに1杯ぐらいを番茶と一緒にいただいています。で、お昼は生のフルーツをいただくんですけれども、結構量は食べるかもしれないですね。例えばリンゴ1個にキウイ2つに、大きなオレンジとかハサクとかそういうものを1個とかそれぐらいの量を食べます。で、フルーツはなるべく皮のまま食べるっていうことをしているので、そういうキウイとかでも皮のまま食べますし、リンゴとかももちろん皮のまま食べます。で、皮のまま食べるものについては極力オーガニックのものを買うようにしていて、で、あと皮を剥いて食べるもの、例えば柑橘類のハッサクとかみかんとか、あとはパイナップルとか、そういうものに関してはオーガニックっていうのはあまり気にせずに買って食べています。オーガニックの果物を買って食べてるっていうと、かなりお金かかるんじゃないですかって聞かれることも多いんですけど、確かにオーガニックの果物、果物自体結構高いですよね。なので、値段はするんですけど、ただ例えばリンゴ1個オーガニックのものだと300円ぐらいして、キウイ1個100円とかするので、リンゴ1個とキウイ2個食べたらそれだけで500円で、発作とかだと、別にオーガニックじゃないものとかでも100いくらとかするので、でもそういうふうに考えると、フルーツで1食、ランチで、どうですかね、1000円はしないですね、確実に。なので、普通に外に出て1000円のランチを食べるっていうふうに考えると、別に、普通の食事と比べて、もっとお金かかってるっていうことはないと思います。夜ご飯は普通に私はビーガンなのでビーガンの食事をするんですけれども、この1日 1.5 食生活で重要なのは、食事のタイミングで夜は8時までになるべくご飯を済ますようにして、で、次の日の最初の食事、つまりフルーツのランチっていうのはなるべく最後の食事、前の日の夜ご飯から18時間置いて食べるようにしているので、8時に夜ご飯を済ませていたら、お昼ご飯は、2時ぐらいに食べるようにしています。なので、1日の中で食事をする時間っていうのは午後2時から午後8時までの、6時間以内に食事を済ませるようにしています。で、そういう生活をしていると、お腹は空かないんですかってよく聞かれるんですけど、お腹は朝ちょっとすく時もあるんですけど、やっぱり慣れるので、そんなにお腹が空いたなっていう感覚はないですね。で、お昼とかも結構そのフルーツの量を結構食べるので、お腹が空いてるっていう感覚はあまりないですね。で、あとランチが、生のフルーツを食べてるっていうことで、そのランチを食べないことで不便なことはないんですかっていうのもよく聞かれるんですけど、それは実は結構あっ
で、私は普段自宅で一人で仕事をしているので、そんなにそのランチ会食とかいう場面はないんですけれども、ただ全くないというわけではないので、そういうふうにランチを食べる場面があるときは、代わりに夜をフルーツにしています。ただやっぱり体の感覚から言うと、同じ 1.5 食でも1日の最初の食事、つまり私の場合はランチなんですけれども、それがフルーツ、生のフルーツっていう方が体の調子はやっぱり全然いいなっていうふうに感じています。で、そういう1日 1.5 食生活を今2ヶ月ぐらい続けていて、で、体重はというと、1月に1日1食生活を5日間行って、で断食を3日間行った時に、その、断食を行う前に体重がだいたい51キロちょっととかだったんですね。で、それが終わった後に、49. 点何キロぐらいまで落ちたんですけれども、その後に結構体重がもう少し落ちて 48. 点何キロぐらいまで落ちたんですけど、でただ1日 1.5 食生活を続けていって、でそしたらだいたい体重は49キロから49.5 キロぐらいとか、それぐらいの間で、安定しているという感じです。なので体重が落ち続けませんかっていう質問も結構いただくんですけれども、多分しっかりとその1日1食食べて、でその他にもフルーツを食べたりとかしていれば、どんどん体重が落ちていってしまうっていうことはなくて、自分の適正な体重で下げ止まるんじゃないかなと思います。で、動画を見てくださっている方々から、すごく肌が綺麗になりましたねっていうふうにおっしゃっていただけてるんですけれども、ありがとうございます。そうなんです。肌の方は本当に1日 1.5 食生活にしてからすごく改善されて、以前はすごいニキビ肌で、ニキビが常にではないんですけれども、結構できているっていう状況があって、でそれがファスティングをして、で1日 1.5 食生活を始めてから、ほとんどニキビっていう形のものはできなくなりました。で今の1日 1.5 食生活と以前の食生活の大きな違いっていうのは、グルテンの摂取量なんじゃないかと思っています。以前お昼を食べていた時は、結構ランチってパスタを食べたりとか、ピザを食べたりとか、サンドイッチみたいなパンを食べたりとか、そういう小麦粉を食べる場面っていうのが圧倒的に多かった気がするんですね。でそういう小麦粉ものを食べると、なぜか食後にデザートも食べたいなっていう風になってしまって、結構ケーキとかビーガンのものでもそういうスイーツを一緒に食べたりとかして、余計また小麦のものを食べているっていうことがありました。1日 1.5 食生活になってからは、普通の食事っていうのは夜ご飯の1回だけなので、夜ご飯に食べるものっていうのをもっとすごく気をつけるようになったというか、で夜はもともと家で食べることが多いので、パスタを作る時でもグルテンフリーの玄米のものにしたりとか、普通のご飯の時はご飯玄米を食べたりとかしているので、そのグルテンの量がすごく減ったっていうのと、あとその小麦粉の他のお菓子とかに伴うお砂糖ですね。そういうお砂糖の量もすごく減ったと思います。なのでファスティングの効果以外に、そういう食事の量を制限することによって、特定の食材っていうものにどれだけ自分が敏感なのかっていうのも分かるようになってきました。なので1日 1.5 食生活になってからは、たまにそういうパスタとかグルテンの多いものを食べたりとかすると、ニキビまではできないんですけど、このおでこのところにちょっとなんていうんですかね、ポツポツみたいなものができたりとか、あとお砂糖をたくさん食べ過ぎたりすると、
取りすぎたりすると、やっぱりそういうちょっとボツボツみたいな感覚があったり、あと朝のヨガの練習の時に体が重いなっていう感覚があったりとか、あとはですね、この間の動画でもちょろっとお話ししたんですけれども、ここ1ヶ月で結構過度のストレスがかかるような出来事があって、それがきっかけでやっぱりストレスがあるとそれだけで結構肌荒れとか、起きてしまうと思うんですけど、それにプラスしてストレス食いというか甘いものがすごく食べたくなったりとか、脂っこいものが食べたくなったりとか、そういうことが結構あって、でお菓子とかそういう甘いものはもちろんそうですし、あと脂っこいものも揚げ物とかそういう明らかにヘルシーじゃないよねみたいなものだけではなくて、例えばナッツのような、ヘルシーなものでもたくさん食べ過ぎてしまうとやっぱりそういう肌荒れとかが起きてしまったりするので、なのでファスティングというか1日に何回食べているかっていうことだけではなくて、1日に食べる量が腹8分目ぐらい食べ過ぎない程度に抑えられているかっていうことが重要だと思っていて、私の場合はそういう1日 1.5 食生活で、しかもその夜ご飯とかを腹8分目ぐらいで食べ過ぎずに抑えられている時が一番体調がいいと感じています。あとよくいただく質問として、ファスティングをしていてお通じが悪くなりませんかっていうご質問もよくいただくのですが、実は私はもともと結構便秘体質で、ファスティングをして便秘がすごい改善されましたっていう方もたくさんいらっしゃると思うんですけれども、私の場合は結構また便秘体質になってしまって、でその1日 1.5 食生活を始めてから、そうですね、本当に1ヶ月ぐらいは結構お通じがあまり良くないっていう状態が続いていました。ただこれも慣れかもしれないんですけれども、1ヶ月ぐらい経って、だんだんとやっぱりお通じが改善されてきて、1ヶ月半ぐらい経って、今2ヶ月経ちますけれども、普通の状態にだんだんと戻ってきたっていう感覚があります。なのでファスティングに関してはやっぱり今までの食生活と結構違うっていうところで、体の変化というか今まで体験していなかったことが起こったりとか、そういうこともいろいろあると思うんですけれども、その中でもちろんそういう肌が綺麗になったとかポジティブなこともありながら、便秘がちになったとか、そういうネガティブなこともあると思うので、ただそういったネガティブなものが落ち着くまでにやっぱり時間かかることもあると思うので、私はあんまり焦らずにゆっくりと自分のペースでやっていきたいなと思っています。で、今回2ヶ月ぶりに実は昨日まで3日間の断食を行ったので、その様子もちょっとお伝えしたいんですけれども、前回の3日間の断食は日中は何も食べずに夜にすりおろし野菜を食べるっていうことを3日間続けたんですけれども、今回の3日間の断食はちょっと内容を変えて行ったので、その様子をお伝えしたいのと、あとそれだけだとちょっとつまらないかもしれないので、前回と同様に旦那さん用に作った食事っていうのもご紹介していけばと思います。1日目の朝、これは普段もそうですが、朝にポット1杯の番茶を作って、梅干し1個とお味噌小さじ1くらいを一緒にいただきます。お昼はスムージーを作っていただきます。この日はふるさと納税で皮ごと食べられる有機バナナが来たので、そちらとパセリ、リンゴ、八朔を入れました。この量で2人分です。旦那さんのランチはアボカド、カシューナッツ、トマト、高きび、ザワークラウトをあえて、レタスと合わせたサラダと蒸したビーツ入りのフムスを作りました。パンは前に買って冷凍してあったものです。日中は最近薬草茶に凝っていて、アシタバ茶、よもぎ茶、ドクダミ茶をブレンドしたものを作って飲みます。夜ご飯は私は大根、人参、生姜のすりおろしととろろ、梅干し1個とお味噌、甘煮オイルです。旦那さんにはニラともやしのオイスター風ソース炒めと炒り卵風。
マッシュルームのお味噌汁、自家製発芽玄米、春菊のごま和え、昼間のサラダの余りに納豆を加えたものを用意しました。夜はスペシャルスパイスドリンクでターメリック、フェンネル、クミン、シナモン、ジンジャー、グリーンカルダモン、クローブ、それぞれパウダーにお湯を入れていただきます。1日目は普段から1日 1.5 食生活を送っているっていうこともあって、全く苦労なくというか楽にできたんですけれども、1日だけですごく肌がすべすべになって体が軽くなった感覚があったので、1日ファスティングっていうのは、毎週とか2週間に1回とかできればいいなと思いました。2日目の朝はいつも通り番茶と梅干し、お味噌を。お昼のスムージーはこの日はパセリ、キウイ、バナナ、八朔で作りました。昨日と同じくこれで2人分の量です。旦那さんのランチは自家製酵素玄米。昨日の夜ご飯のマッシュルームお味噌汁に長ネギと高きび、ココナッツミルクを足してココナッツカレースープにアレンジしたもの。昨日の夜ご飯の炒め物をサラダにアレンジして春菊と豆苗と合わせたものを用意しました。夜ご飯は私は1日目と同じすりおろし野菜のセットです。旦那さんにはトマトソースのベイクトライスに余っていたビーツフムスをトッピングしたものと、アボカド、マッシュルーム、オレンジ、くるみのバルサミコ酢サラダを用意しました。2日目も1日目と同様に、日中は薬草茶ブレンドを飲んで、夜はスパイスドリンクを飲みました。前回の断食もそうだったんですけれども、2日目で結構倦怠感というか、体にあんまり力が入らないみたいな感覚が出てきて、ただ空腹感っていうのはあまりない1日でした。3日目の朝も同じく番茶、梅干し、お味噌のセットを。お昼のスムージーはこの日はベランダで育てたスープセロリに冷蔵庫にあった春菊と水菜を加えて、果物はバナナ、冷凍保存してあったブルーベリー、八朔で作りました。これで2人分の量です。旦那さんのランチは高きびで作ったミートソース風スパゲッティと、昨日の夜の残りのサラダにマッシュルームと窓際で育てたスプラウトをトッピングしました。夜は旦那さんがプチファスティングに挑戦したいとのことだったので、すりおろし野菜を2人分用意しました。3日目は2日目に引き続き倦怠感が結構ひどくて、一日中みたいなちょっと弱いっていう感じだったんですけど、空腹感っていうのは朝ちょっとお腹空いたなっていう感じはあったんですけど、結構倦怠感の方がひどかったので、なんかいろいろ食べたいっていうよりかは食べる、気力すらあんまりないという感じで3日目の、断食を終わりました。で、今回2ヶ月ぶりに3日間のファスティングを行ったんですけれども、やっぱり効果はすごく大きくて、体重は、49.4 キロから48キロに3日間のファスティングで減って、ただダイエットをしようとしているわけではないので、体重の方は、あまり落ちすぎていなければいいかなと思うんですけれども、肌の方は、ちょっとおでこにプツプツってできていたものとかも綺麗になって、で、肌もすべすべになって張りが戻ってきた感覚があります。今日は断食明けなので、お昼にスムージーをいただいて、で、夜はフルーツだけを食べて、で、明日からは普通の1日 1.5 食生活に戻していきたいと思います。ということで今日は2ヶ月の1日 1.5 食生活のアップデートと、あとは2ヶ月ぶりに行った3日間のファスティングの様子をお伝えしました。今外出自粛生活でお家にいらっしゃる方も多いと思いますが、外に買い出しに行く頻度が減ってしまったり、あとはお家でたくさん作るのがめんどくさいとかいろいろあると思うので、これを機会にファスティングに挑戦してみてはいかがでしょうか。それでは See you next time!